始まりました。はい。今回は青タンになります。はい、完全にシリーズものに、はいはい、されてますね。結構好評で意外と再生数も伸びてて、チャンネル登録者もなんか30人増えました。一気に。はい、なんかチャンネル登録していただける人 いらっしゃるみたいなんで、これを機にチャンネル登録お願いしますということでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、一応今日は青タンをやっていくんですけども、タイトルを見ていただければ分かると思うんですよ。これから青タンの逃走者を始めようと思ってる人におすすめのカード10選になります。はい、10枚選んできました。はい。青タンやったことないですけど。ないんですか？ないです。ないのか。ただまあ昔よく対戦よくしてたので、はい。その人に向けて今動画を配信してるかもしれない。なるほどなるほど。はい。で一応青タンのカードを説明していくんですが、青って結構高いカードがイメージがあると思うんですよ。特定の一部の呪文だよね、明らかに。でもなんか、青タンなかなか手が出ないなって思ってる人結構いると思うんですよ。まあ例えばツイスターとか。まずツイスターから言うツイスター打たれたことあります？そもそも。打たれたことない。持ってるって言ってる人は一人会ったことあります。いや私は打たれたことあるけど。打たれたことある。すごいですね。まあツイスターはね、意外な授かり物で代用聞きますし、はい。まあ例えば他にもね、パワーアーティファクトとか、トランスミューターアーティファクトとかっていう高いものが割と飛び出てくるんだよな。手に入らないものもありますが。はい、まあビールとかね、劇場の貢献とかも高いじゃないですか。もうたしなみとして必要みたいな扱いになっちゃってる。なっちゃってるんですが、ビールとか劇場の貢献は正直ひいきの否定でこと足りますんで。足りますよね。遅延とかで十分ですよね。普通にある程度カジュアルに遊ぶのであれば全然問題ないです。大丈夫ですから。はい、でやってって欲しいと思ったら買えばいいんですから。そうですね。最初から必要というわけではありません。そうです。一応できないわけじゃないということで、青のカードを紹介していきたいんですけども、はい、よくあるカードは今回紹介しません。はい、例えばリスケンとか、エモーラとか、まあ、紹介しませんし、あと青タンでよくあるコンボは逆戦法。説明しますか？逆戦法は分かるか？さすがに。いや一応ほらこういう動画だから。そうですね。説明します？はい、とあと潮吹きの暴君っていう。こいつはっていうようなコンボがいわゆるよくある青タンのコンボになります。はい、なんでそれをちょっと置いときまして、その以外のカードで10枚今回選ばさせていただきましたんで。だいぶ今回の前振りは長かったぞ。大丈夫か？だって今コンボの説明必要だっていうから一応コンボ説明したんですけど、はい、一応10枚発表させていただきます。はい、まず1枚目なんですけども、はい、性別されたスフィンクス、はい、これまず青ということで、青の全てのカードの中で、まあ、これ青タンに限ったことではないんですが一番ドローできるカード、青といったらドローじゃないですか。まあなんで一番ドローできるカードでこの性別されたスフィンクスというカードを選ばさせていただきました。はい、こいつは6マナの4/6飛行で、対戦相手がカードを1枚引くたびあなたがカードを2枚引いていい。バケモンみたいな呪文ですね。つまり一周してくるとなぜか6枚補充されてるという、ね、やばいですね。だこれは、まあ、最近でもないですけど採用されましてお安くなりましたんで、はいはい、やられるんでしたらおすすめなんで買ってくださいということで。こいつは今現在、はい、ファイレクシアンではなかったような気がしますのでお気をつけください。昔はファイレクシアンだったんですか？なんかファイレクシアンになったりファイレクシアンじゃなくなったりそうなんですか？してるのでそうなんですね。なるほど。次のカードいきます。はい、で次の2枚目のカードは一応青タン特有のこんなことできちゃうんだぜっていうカードがあるんですけども、ハイタイドというカードになりまして、日本語名が追加されまして満潮というカードになるんですが、はい、これは1マナのインスタントで、あなたがコントロールしている島が、あなたじゃないです、全てのコントローラーの島が、1マナ青マナ増えて出てくるようになるということで、青でマナ加速できるインスタントこんなのあるのやっていうカードで再録されて安いのでこれを紹介させていただきました。はい、こ
これ青タンだったら絶対入れますよねまあお手軽簡単マナ加速だからね。ただそのターンに決めに行かないと相手も1マナ増えてる状態なんで。でもまあほら基本的にターン終了時までだから、あ、そうかあんまり相手が有効に使えることってないのよ。なるほどね、そうなんですね。だしそもそも単色だから自分のマナ加速量が一番大きいから。そうですよね、はい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 。だから青タンにはかなり珍しいマナ加速、ということでこのカードを選ばさせていただきました、はい。で次のカードいきます。はい、青タンで特有の動きをもう一個あるんですけど、まあ、青タン以外にも入るっていうちょっと聞いたこともあったんですが、バックトゥーベーシックという、基本に帰れというエンチャントがありまして、3マナのエンチャントなんですけども、基本でない土地がこのコントローラーのアンタップステップにアンタップしないという、バケモンみたいなレイトエンチャがあるんですが、アンタップステップにアンタップしません。基本でない土地は、相手が多重合体効かないんですけども、ほぼ特殊土地なんで特殊土地がアンタップしなくなるというカードとして、これ青タンだったら入ってきますよね。入ります。はい。かなり強いカードなんで、これおすすめです、ということで、次のカードいきます。で次は青タンは、サーチの話になってくるんですが、アーティファクトをサーチするのがまず得意です。はい。アーティファクトサーチ、まあいろいろありますが、有名なカードは割愛させていただきまして、今回紹介させていただくのは求道者テゼレットというカードになりまして、5マナのプレーン増加、テゼレットなんですけど、中精度が4です。でプラス1でアーティファクトを2個アンタップできる。でマイナス X で X 以下のアーティファクトを1枚サーチして場に出せる。まあもう大いはとりあえず忘れていただきまして大丈夫ですよね。大丈夫したことないそれプラス1で5マナで2個起こして、例えば魔力の質と大技がモロです。そうだと6マナだな。ソルリングとヒギの印鑑を起こしたって3マナ戻せるわけですから。確かにそうですね。はい。そうなんで、まあ、プラス1でも結構いい能力でして、マイナス X で例えば3だったら3を持ってこれるっていう、両方使い勝手がいいという意味でこのプレーン増加がいいということですよね。そうですね。はい。まあ、ただ当然のようにすぐ落とされる可能性はありますので、そうですね。盤面はよく見てください。はい。でまあ一応持ってきたらいいアーティファクトという代表のカードで言いますと、サファイアの大メダル、メダリオンですね。これが他の単色ではなぜ紹介しないのかという話になってくるんですが、メダリオンは各色にあるんですが、青は特に使うことが多いイメージが僕の中であるんですよ。ありますよね。実際多分一番使われるのは青だと思います。そうですよね。他の色はあんまり使わないんですが、まあ、もちろん入ることはあると思うんですけど、入ることはあるし、赤は結構使うと思ってて、まあ、黒もそれなりに使う。あとの2色はほぼ使わないでもサーチしてまで使うかっていうところになるじゃないですか。サーチしてまで使ってくるカードではない。で意外と青の場合はサーチしてまで使う可能性も出てくるじゃないですか。そういう意味では一番使われているのは青なので、今回はこのサファイアの大メダルを紹介させていただきました。次のカードいくんですが、サーチ関連の話で言いますと、青は例えばミスチューとかでインスタントソーサリーがサーチできるっていうこともあるんですが、それを一回忘れまして、今回省略させていただきまして、サーチで青のサーチで一番強いのはミスチューなんですが一番ではないんですが、一応この長期計画というカードが一応万能サーチというカードが1枚あるんですね。3マナのインスタントで1枚ライブラリの3枚目に送ることができるっていう万能サーチであります。なんで3枚目に送ってブレストとかで一応持ってくること可能ですんで、コントロール系が青だと多いので3ターン目に3ターン後に何かできるカードを持ってこれればいいということで、今回これを紹介させていただきました。言うて万能サーチなんでね。万能サーチ何でもいけるんで、性別されたスフィンクスサーチしてきといてもいいし、そうですよね。3ターン後に出てきたとしても超ロングゲームするんであれば意外といけますよね。で次のカードいくんですが、青タンでよくある動きとしまして、フェッチを切らずに置いとく、あの人何してんだろうみたいなことを多分思ってることを見たことがある人はいるかもしれないんですが、フェッチを置いといて切らないで一旦またがって、なんでフェッチ切らないでずっと構えてんだろうなっていうのはよくある盤面なんですね。でなんでかと言いますと、この神秘の聖域というカードがありまして、エルドレインのカードなんですけど、これは今回は土地になります。
はい、これは、島でして、島を他に3つ以上コントロールしているとアンタップ状態で場に出ます、でこれをフェッチから持ってくることができるんですよ。3枚以上コントロールしている状態でアンタップ状態で出たら、墓地にあるインスタント化ソーサリーをライブラリのトップに置いていいという、これよくサーチしてますよね。はい。だいたい雑に追加単呪文をライブラリトップに置き直すっていうムーブにはなりがちだけれども、そうですね、状況に応じて、はい、もうコンボ決めそうな相手がいるとかだったら1回使ったカウンター呪文をね回収したりとか、はい、ユーティリティ数はかなり高いカードになります。一応その交易路っていう無限ターンのコンボもあります、で次のカードになるんですが、ナーセットの逆転というカードを紹介したいんですけども、これ2マナのインスタントでして、インスタントかソーサリーである呪文を対象としまして、それをコピーしてその後それをオーナーの手札に戻します、であなたはそのコピーの新しい対象を選んでもいい、要はコピーして差し戻すみたいなカードなんですが、例えば先ほど説明しました当時の王爵に刻印しまして差し戻すことができるんですね。例えば追加ターンを差し戻すとそれで無限ターンっていうコンボにもなるんですよね。あとは単純に打ち消されない呪文っていうのを差し戻すことができる、たまにありますよね、打ち消されない呪文たまにはあります。でその打ち消しではない打ち消しという扱い、まあ一応バウンスみたいな打ち消しをバウンスできるっていうことでよく使われてるイメージなんですよね、ナーセットの逆転って使われてますよね。よく使われてます。よく使われていますが、結構使う場面は選ぶカードなので。なるほど、確かに戻してもう一回また取られちゃったらそうはい。まあでも意外とそのなんかいぶし銀の活躍をするカードなんで、このカードは結構青タンだったらおすすめですよね、はい、になカードになってます。次のカードいきます。で、9枚目になるんですけども、青のカードってクリーチャーをコピーしたりとかするカード、例えばゲームのゾーンカードがあるんですが、その中でいろいろある中で1枚ちょっと今回選ばせていただいたのが模倣メカというカードになってまして、はい、こいつは2マナのアーティファクト期待で 3-1 です。期待です。で、あなたはこの模倣メカ登場3を持つアーティファクトや他のカードタイプを失うことを除き、対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体のコピーとして戦場に出してもいい、ただこれは限定として対戦相手のコピーとして出してもいい、ということなんですが、こいつ何がいいかと言いますと、期待なんですよ、なのでまず、例えば何かをコピーするじゃないですか。例えばよくあるのが、アウフをコピーしますよ、行った時に こいつどうやって状況あるんだみたいなクリーチャー状況には引っかからない謎のシステム置物が誕生するという。まずアウフで行った時点でこいつアーティファクトで登場できないからクリーチャーになることないしみたいなことになるんですよね。なりますね。はい、なんで除去しづらいっていうのがこいつのいい点になってくるんですよ。他にもまあ性別されたスフィンクス先で出てきたじゃないですか、みたいなドローを稼ぐカードにコピーとして出て、そいつが除去しづらくなるっていう使い方も使い方としてはありますよね。あります。もちろんハトバとして出すこともできますので、なんなら献身のドルイドとして出ることもよくあります。献身のドルイドね、献身のドルイドやばいですね献身のドルイドはいきなり無色無限になるっていういや緑無限ですよ。緑無限ですね。はい、緑無限をどうやって使うのかって言われたらちょっとみたいなところありますけど変換はできませんが、バリスタとか持ってるの決まりますからね。献身のドルイドで相手が献身のドルイド出てることってよくある。まあちょっとね、献身それは失敗してるんだよな、いろいろ結構よく防がれた結果献身のドルイドだけが残っちゃったとよくたまにありますよね。たまにある。でそこに無色無限いきなり行くっていうことがあるんで、あとこいつもう一個いい点がありまして、種族王出れますはい、期待なんで種族王にやられてる方はこれおすすめです。なるほど、はい、芸能像はいけないと。芸能像はいけませんが、こいつは種族王出れますんで高島はいけないといけないですが、はい、種族王出れるんでこいつ使ってくださいということで、はい、で最後の10枚目のカードになるんですが、はい、実は青ターンには0ターンキルというコンボのカードが1枚ありましてなるほど、はい、これを0ターン目に出されると
ゲームが終わるっていうカードが1枚あるんですが、大げさに言うんですが予期の力戦というカードになってまして、はいはい、これ4マナのエンチャントでして、はい、まずゲームの開始時に手札にあると場に出していい、いわゆる力戦です、はい、であなたは呪文を俊足を持っているかのように唱えてもいい、全てインスタントになります、はい、全てが青タンで全てインスタントになるとさすがに強いんだ。やばいですよ。さすがに強いんだ。これ出て勝ったことないです。これが出た試合で俺勝ったことないです。なるほど。出たら負けです。はい、でも出なかったらだから手札にこれ来ちゃうんですよ。だからまあピッチのコストとして当てればいいじゃないですか、青タンだったら。そうね。はい、当てればいいんで、一回身内であったんですが、0ターン目にこいつが出てきまして、はい、宝石の洞窟をやって0ターン目ポンダーされるっていう。0ターン目にまだ試合始まってないのに0ターン目にポンダシアンを打たれまして、だから初めのだからプレイヤーのなんかドローステップのところで誰がポンダーをいきなり打たれしてですわけわかんないことが起きましたね。あれ面白かったですね。あれしかも負けましたよね。0ターン目ポンダー打たれたら負けだということを覚えておいていただきたいですね。はい、今回はこんな感じで10枚青タンで選ばさせていただきました。はい、他にも青タン好きな方はね、ぜひ青でこんなんいいなというありましたらコメントをいただければ、はい、ありがたいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。おしまい。